こんにちは。こんにちは。こんにちは。 GB ガースの赤木です。岡田です。プレスの漆畑です。ということで本日のメガネの時間は、メガネの時間もう大丈夫ですか、このくだりは。もういいです本日のメガネの時間はですね、新しい別注がまた登場しますので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。前回も非常に大好評だったマルから新しい別注が登場しまして、こちらのボストンセルマキマンレー兼てと見た通りの商品なんですけれども、ちょっと今までのマルにはないこのセルマキというディテールが加わった新たな別注ということで、このマルご存知の方も多いとは思うんですけれども、この動画から初めて見るよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと改めてこのマルっていうのがどういうブランドなのか、ちょっと漆畑さんご説明を。はい。まずマルは2018年にスタートした福井県のオプトデュオという会社メーカーさんが手掛けているブランドになりまして、サンプラチナっていうですね、日本固有の金属を使った、丸っていう形を最初テーマにスタートしたブランドですね。クラシックなものをシンプルに作っている。もともと代表の山岸さんが、日本のその伝統的な工芸とか、ものとかっていうのがすごく好きな方というか、大事にされている方で、ご自身でも能を舞ってたりとか、そういう芸能とかもすごい好きな方なんですね。なんで古くからある鯖江の伝統技術というか、それを次の世代につなげていきたいという思いがあったのかなと思います。なるほど。そういうコンセプトでやられているブランドなんですけども、今お話に出てたちょっと伝統的な技法といいますか、そういったものが今回の別注にはプラスされておりまして、この先ほどちょっと出たこのセル巻きというこのディテールなんですけど、ちょっと今希少にもなってきているということなんですが、セル巻きとは一体何なのかというのを岡田さん。はい。セル巻きってもう本当に作れる人が少なくなってます。実際最初にこのセル巻きっていう技法が生まれたのは19世紀末って言われているんですけど、手作業なんですね。薄いもともとはセルロイド。今はこれアセテートを使ってますけど、もともとはセルロイドの薄い生地を手で熱を加えて伸ばしていくんですよね。薄く切ったもので伸ばして、それで熱を加えて薄くして、それをまた熱を加えて巻きつけていくという、そういう技法なんですよ。なるほどなるほど。はい、でもともとその19世紀にどこで生まれたかっていうのは実はまだちょっと正直はっきりはしてないです。なんかドイツだったりアメリカだったり言われてて、である程度はっきり分かっているのは1910年から20年ぐらいのカタログにアメリカンオプティカルっていう会社のカタログにザイロナイトウィンザーっていうのがあるんですね。でそれがこのセル巻きのことだから、それがいつもやかのこの海外の方ではこのセル巻きのことをウィンザーリングって言われるようになって、でそのネーミングからかイギリスでちょっと有名なセル巻きの会社があったもんですから、いつの間にかちょっとなんとなくイギリス発祥みたいな雰囲気になってるんですけど、実はまだ正確ではないとですね。日本では明治ぐらいから昭和の本当に40年代ぐらいまでは結構あったみたいなんですね。ただやっぱり手作業っていうのがだんだんどうしてもチタンですとかね、ある程度ハイテクの機械で作るようになった時代の流れとともにちょっと廃れてしまったというか失うんです。で今やもう本当にこの職人さんっていうかもう1人か2人いらっしゃるかいらっしゃらないかみたいな、それぐらいの感じになっちゃってるんですね。なるほどなるほど。だから効率的ではないという、そういうことなんですね。なんか時代と逆行していくというか、そういった部分でやっぱり技術的にも継承がされなくなっていってる、少なくなっていっているということで希少性が非常に高いというこのセル巻き。なるほど。セル巻きの魅力的なところって何ですかね。そうですね。どういうところですか。やっぱりセル巻きってメタルに巻いていくことによってちょっと表情の奥行きというか、メタル単体の硬質な感じではなくて、いわゆるセルが本当に加わるわけですね。このアセテートのリムが加わることによってちょっとコントラストの面白さ、あとかけた時に柔らかさってなっていくので、これがやっぱり一番のセル巻きの魅力かなと思うんですよね。
まあ丸って基本的にもうメタルだけのコレクションなんで、まあ、そこにちょっとこうバリエーションが加わって、まあ、柔らかさもちょっと今までの丸にはない柔らかさが出るというような感じというか、なるほど。このセル巻きの色って今回こういうちょっと薄いべっ甲柄みたいなカラーが使われてるんですけど、これ今回なんでこの色が採用されてるんですか？まあやっぱりちょっとレトロ感とかクラシックな感じを出したいな。いくつかカラーはあったんですけど、黒とかダークブラウンとはちょっとモダンだし、かといってこれより薄いとやっぱりコーディネートもしにくいので、ちょうどいいバランス。なるほど。そこを狙って。そこを狙って。なるほど。まあこういうまあ別注、前回も丸の別注をして、今回もまあこういう新たな別注をやっていってるんですけど、これなんでしょう、この会社としてこういう別注をこう続けていく意味というか、これはどういうところにあるんでしょう？そうですね、やはりまあ、オプトディオさんのその考えというか思想にこう共感するところがありまして、我々のこう取引先のメーカーさんってほとんどサバエ、日本がサバエですよね。やっぱりサバエのその技術であったり魅力みたいなものはできるだけやっぱりショップが、ね、伝えていく必要があるのかなっていうのがありますので。まあ、そういうこう技術のその継承みたいなものはこうお手伝いできたらねいいのかなっていうふうになって、そういう一助になればというところで続けているという別注なんですけれども、そろそろかけてくれへんかなって多分見ていらっしゃる方も思ってるのかなと思いますので、まあそう実際もうちょっと使われているんですけど、どうですか、こう実際にかけて今使われてどれぐらい？これは、まあどのぐらいだろう、2、3ヶ月ぐらいですかね。どうですか、使ってる使用感というか。そう普通のやっぱり丸も普段かけてるんですけど、やはりシルバーだけだとやはりちょっとこう硬いというか、見た目はこうすっきりするんですけどね、ちょっと硬めではあるんで、まあ、このプラスチックがくるっと巻かれてるだけで途端にこう柔らかく、ソフトな雰囲気になるので。個人的にはこうすごく使いやすいのと、あとコーディネートの幅が結構広がるというか、ブラウンのこう要素が入ってくるので、コーディネートにこうブラウンをこう合わせたりっていうことが自然と多くなったりとかで、なんか着回しの楽しさもちょっと増したなっていう気がしますね。これ今回一応メガネとして発売するんですけど、一応ちょっとサンプルとしてうちでこういうカラーレンズ入れたものもちょっと作ってみたんですけど、一回もしよかったら後ろさんこれ薄カラーのこんな、まあ、カラー入れていただいてもちょっと雰囲気が出ていいのかなという、こんな感じでいいっすね。ちょっとこの薄いブルーなんかもこれからのシーズン爽やかな雰囲気。まあちょっとベタなことですけどダンディーですね。ダンディーそうですね。もう本当に使い古されたボキャブラリーですけどダンディーダンディーですね。あですね。いいですね。この大丈夫ですか？雰囲気がちょっとまたメガネとは変わって、グッと出るというか。一山キングとしてはどうですか？今回満例なんですけど。忘れてましたね。それくらい。一山かけたいなみたいな。満例でもやっぱいいですよ。やっぱり鼻の収まりというか接地面が広いんで安定感出ますからね。やっぱり一山はやっぱり人によって多少こう合わないっていうのもやっぱり出る部分ではあるので、まあそういった意味でこのマンレーってパッと付きなので、まあ割とどんな方にでもフィットしやすいっていうところは安定感があって、出るのかな。僕もちょっとかけてみましょうか。マンレーもかなりこうクラシックなパーツですよね。まあそうですね。このクリングスとブリッジがね一体化してますからね。これですね。マンレーっていうのはこのブリッジとクリングスが今岡田さんおっしゃられてた一体のパーツで形成されてるっていうのがこうマンレーブリッジというこれもそのクラシックなディテールということで。ちょっとこう濃いめのサングラスなんかにしてもまあ濃いめもいいですね。比較的そんなに大きいサイズ感のメガネではないので、まあお顔がちょっとこう小さめの方なんかはこういう濃いめ入れられてもいいのかなという気はしますね。結構こうバリエーションはレンズでこう楽しめるんじゃないかなっていう感じがすごいしましたね。そうですね。ちょっとこれ注意点だけちょっと申し上げたいと思うんですけど、セル巻きってアセテートのリムをこう巻いてるわけなんですけど、使っていただくと必ずセル巻きはちょっと縮んできます。だからちょっとここに隙間は必ず空いてはくるんですけど、これはこのコードの8だと思っていただければなと思うんですね。
そんな短期では縮まないのでちょっとずつ引けるって言うんですけど、ちょっと引けてはきます。引け防止のためにこうピンをつけたりとか、プラスチックをね汗で止めちゃうってやり方もあるんですが、それだとやっぱりこのプラスチックのニュアンスが出ないので、それはもうしてもらってその当時のバランスで接着剤をつけてはいるので、そんな簡単に外れないですけど、まあ外れるっていうこともあるんですね。だからそういう場合はお修理に出していただいたりとか、最終例えばもうセール巻きを外しちゃうとか、そういうような感じでも使っていただくことができますので、これはもうそういう感じでご理解いただければなというところですね。まあ年数使った上で巻き直しの修理とかもそれはチェックということですね。なるほど。はい。という注意点も一応ありますということで。はい。まあ今回数は前回の丸の別注も非常に少なかったんですけど、今回も数がそんなに多くはないですね。どうしてもセル巻きっていう手作業の多いパーツなので、どうしても量産にはやっぱり向いてはないんですよ。ということで今回もちょっと少量の生産で数はちょっと限りがあると。これ発売はいつですか？決まって決まっております。発売は発売はですね、8月の15日を予定しております。なるほど。発売の店舗はデコラ GB ガース各店舗とオンラインショップ同時に発売ということで、今回こういった丸の新しい別注のご紹介をさせていただきましたけれども、何か言い残したことはないでしょうか？どうですか？言い残したことはないかな。一応そのねラウンドもバリエーションとしてはオプトデュオさんから出るっていう聞いてますんで、これはラウンドのセル巻きマンレーというのが一応発売が同時なんですか？同時ぐらい。そうですね。同時ぐらい発売になると。これはオプトデュオさんのオンラインサイトでのみの一応販売みたいなですね。はい。ということでそこも合わせてチェックしていただければというところですかね。はい。ということで本日のメガネの時間はこんなところでいいでしょうか？そうですね。はい。本日もご視聴ありがとうございました。また次回のメガネの時間でお会いしましょう。さようなら。さようなら。白じゃけろ別に。誰も言わない。いや。メガネの時間では東京、京都、大阪、神戸のアイウェアセレクトショップデコラと GB ガバスがメガネに関するさまざまな情報をお届けしています。チャンネル登録、高評価お願いいたします。